科学が証明、記憶術はもういらない。あなたの能力を最大化する本当の学習方法と10の哲学。心の氷を溶かす。どれだけ頑張っても報われない。そんな風に今、自分を責めていませんか？私たちは、物心ついた時からもっと練習しなさい、もっと努力しなさいと言われ続けてきました。真っ白なノートを前にして、覚えられない自分に絶望し、周囲のスピードに置いていかれるような、あの特有の孤独感。自分には才能がないから、高度な記憶術や特別な記憶方法が必要なんだと、焦って新しいノウハウを探しては、また挫折する。でも、安心してください。あなたが悪いのでも、あなたの才能が足りないのでもありません。実は、私たちが信じてきた効率的な学習方法の多くは、現代の科学ではすでに否定されている、古い呪いのようなものだったのです。例えば、かつて進化論を唱えたチャールズ・ダーウィン。彼は決して物覚えが良い天才ではありませんでした。むしろ、自分は理解が遅いと自覚し、だからこそ情報をただ詰め込むのではなく、時間をかけて知識と知識をつなぎ合わせることに没頭したと言われています。今日は、最新の研究が解き明かした、もっと優しくて、もっと自由な学びの本質についてお話ししましょう。それは、単なるテクニックではなく、あなたの人生を少しだけ軽やかにするための10の哲学です。1、膨大な時間の積み上げという呪縛を解く。成果が出ないのは、練習時間が足りないせいだと自分を追い込んでしまう。量という目に見える数字にすがることで、漠然とした不安を解消しようとしています。最新の分析では、プロフェッショナルな仕事において、練習量の差が能力の差に与える影響は、わずか 1% 程度であるという驚くべき結果が出ています。大切なのはどれだけやったかではなく、その時間をどう過ごしたかです。人生も同じ。長く生きることより、心が動いた瞬間の密度を愛しましょう。2、寄り道という名の才能。一つのことだけに集中して、早くスペシャリストにならなければと焦る。脇目を振ることを不真面目だと捉え、最短距離の効率を求めてしまいます。ルールの決まっていない現実世界では、一つの分野に固執するより、多様な経験を持つジェネラリストの方が優れた成果を出すことが示されています。趣味も知識も、寄り道こそがあなたの深みを作ります。無駄だと思える経験が、いつかあなただけの色になるのです。3、秋は脳からの次への招待状。同じやり方を続けていて、成長が止まった時に根性がないと自分を責める。慣れ親しんだ方法を捨てることに恐怖を感じ、停滞に耐えようとします。成長が止まるのは、今の戦略に脳が慣れきってしまったサインです。同じ方法を続けると、効果はどんどん薄れていきます。停滞は失敗ではなく、新しい角度から自分を見つめ直すチャンスです。勇気を持って、角度を変えてみましょう。4、覚えることを諦める。記憶方法に頼って丸暗記しようとして、結局何も残らずに虚しさを感じる。正解を自分のものにしたいという欲求が、脳を浅い処理にとどめてしまいます。真の理解とは、記憶しようとした結果ではなく、情報を深く処理した後に残る副作用のようなものです。知識を持つのではなく、世界とのつながりを楽しみましょう。理解しようと気負わなくていいのです。5、心地よさに耳を澄ませる。苦しみながら学ぶのが正しいと思い、自分の感情を無視して勉強する。苦労すること自体に価値を見出し、心の声を遮断してしまいます。ある研究グループの研究では、単独でその言葉が心地よいかを評価したグループが、必死に覚えようとしたグループと同等、あるいはそれ以上の記憶成績を出しました。自分の心が何に惹かれ、何を美しいと感じるか。その感情のネットワークこそが、あなただけの強固な知性を作ります。6、速さの誘惑を手放す。AI ツールや速記を駆使して、一言一句を漏らさず記録しようとする。情報を取りこぼすことへの恐怖が、自分の頭で考える余裕を奪っています。手書きが効果的なのは、
書くのが遅いからこそ自分の言葉で要約せざるを得ないという深い思考が生まれるからです。覚えるために書くのではなく、考えるために書きましょう。人生の効率を求めるほど、私たちは味わう喜びを失っているのかもしれません。7. 難しさという名の重り。教材が少しでも難しいと自分には才能がないとすぐに諦めてしまう。失敗による自己肯定感の低下を恐れ、常に安全な浅瀬にいたいと願います。学習における困難さは、脳が耐久性のある記憶を形成するために不可欠なプロセスです。重いバーベルを持ち上げることで筋肉がつくのと同じです。難しさは、あなたの弱さを証明するものではありません。それは、あなたが今、まさに強くなっている証拠なのです。8. わかりやすいの裏側にある罠。教えるのが上手な先生の授業を聞いて、満足感だけを得て終わってしまう。分かったつもりという心地よい感覚に依存し、自ら考える苦労を避けてしまいます。分かりやすい授業を受けた学生は、直後の成績は良くても、応用が必要な段階になると、苦労して学んだ学生に追い抜かれる傾向があります。本当の学びは、誰かに与えられるものではなく、自分自身で格闘して勝ち取るものです。9. 直感を過信しない謙虚さ。経験を積むほど自分の勘は正しいと自信過剰になってしまう。経験によって得た自信を、実際の実力と勘違いしてしまいます。経験は常に自信を育てますが、必ずしも能力を育てるとは限りません。環境が不安定な場所では、ベテランの直感も当てにならないことがあります。自分の正しさを常に疑える謙虚さこそが、本当の意味での賢さです。10. 鏡としての振り返り。何かを練習しても、やりっぱなしにして自分の行動を振り返らない。自分の未熟さと向き合うのが辛く、ただ行動を繰り返すことで逃避してしまいます。驚くべき速度で成長する人は、毎日何をしたか、なぜか、何を学んだかを内省しています。このサイクルが学習速度を決定します。昨日の自分を優しく見つめ直す。その静かな時間が、明日のあなたをより遠くへ運びます。希望の灯火。学びとは、誰かに勝つための武器ではありません。それは、昨日までの自分を縛っていた思い込みから自由になり、世界をより美しく、より深く味わうための心の旅です。もし今、あなたが新しい学習方法を探して迷い、自分を嫌いになりそうなら思い出してください。その苦しみも、その寄り道も、すべてはあなたが新しい自分に出会うための大切なプロセスの一部だということを。今日お話ししたことが、あなたの心の荷物を少しでも軽くするきっかけになれば嬉しいです。あなたは今のままでも十分に価値があります。ただ、明日からの学びがあなたをもっと自由にしてくれることを願っています。あなたが自分自身のペースで自分だけの物語を紡いでいけますように。応援しています。一番大切な教材は他の誰でもないあなた自身の好奇心です。